はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。世界を見渡すと、肉を保存する歴史は遥か昔の時代から存在しています。塩漬けや燻製などが代表的ですね。他にもスパイスやハーブなどを使って食材を長期保存する場合もあります。今日は緑茶を使って肉を1ヶ月熟成させます。それでは早速やっていきましょう。今日はこの牛のランプを使います。このお肉を今日は緑茶を使って1ヶ月熟成させます。緑茶とは茶の木という椿科椿属の常緑樹から作られます。日本なら緑茶をよく飲むなんて人も多いですよね。お茶といっても様々なお茶があります。実は身近なウーロン茶や紅茶も元は同じ茶の木です。加工方法の違いで味わいが変わります。天茶、抹茶、玉露、煎茶、番茶、ほうじ茶などを聞いたことあると思います。こちらもすべて茶の木の加工方法の違いでそれぞれ味わいが変わってきます。お茶の世界も奥が深いですね。茶の木自体も60種類以上あり、それぞれに向いたお茶の製法があります。麦茶は茶の木ではなく大麦の種子から作られます。ハーブティーなどもそれぞれのハーブを使って作られています。昔アメリカに行って緑茶を飲んだ時に甘かった時は衝撃を受けたのを覚えています。お茶にはカテキンと呼ばれる成分が含まれていて、抗菌殺菌作用があり、食中毒菌や大腸菌などに強い殺菌作用があると言われています。他にも様々な効能が期待できます。袋から出すとこんな感じです。お茶のいい香りが漂ってきますね。最近ではパックに入ったお茶の葉や粉末タイプのものなど様々なタイプが売られています。そのまま食べてみましょう。このまま食べることは普段ほとんどありません。苦いですね。当たり前ですが、緑茶って感じの味がします。この緑茶でコーティングすることで安全に肉を保存でき、熟成できるのではないかと考えています。それではバットに網を敷き、クッキングペーパーを乗せ、その上にお茶を敷き、肉を乗せて全体をコーティングします。お茶と考えると不思議な感じがしますが、同じ植物でハーブと考えると全然ありにも感じてきますね。今までうちのチャンネルでは様々な料理や調味料などを紹介していますが、偶然誕生したものも多いですよね。まだ発見されていないだけで偶然の発見が見つかるかもしれません。全体をお茶でコーティングし終わると新緑の清流に溶け込みそうな美しさがあります。それでは1ヶ月冷蔵庫で熟成させて結果を見てみましょう。1年も折り返し、気がつけば7月も半ばを過ぎてます。パッと見大きな変化はありませんね。お茶の葉も乾いていて、サラサラとしています。草むらに落ちていても違和感がありません。それではカットして断面を見てみましょう。意外と硬さがありますね。外側は少し黒ずんで、中はしっとりとした感じが残っています。色は綺麗なピンク色ですね。緑とピンクのコントラストが映えています。それでは周りをトリミングして焼いて食べてみましょう。奥がお茶熟成で手前が何もしていないお肉です。それでは熱したフライパンで2つのお肉を焼いていきましょう。この段階では特にお茶の匂いなどはしませんね。焼けたのでカットして早速食べてみます。いただきます。今日は成城石井で買ったこちらのビーチルを飲んでみましょう。幕開けのクラウドファンディングにて誕生した日本初となる朝由来の CBD 配合スパークリングリキュールです。キャッチコピーの飲むサウナが魅力的です。なんだか整いそうですね。色は薄い青っぽい色で爽やかな涼しげな印象です。味はレモネード風味ですっきりとしていて、酸っぱい系のレモンサワーを飲んでるような感覚です。色も涼しげなのでこれからの暑い時期にぴったりそうですね。それではまずは何もしていないお肉から食べてみましょう。これを基準に食べてみましょう。次は緑茶熟成です。お茶は油の酸化を防いでくれるとか言われたりしますが、なんだか油が酸化したような酸味がありますね。噛むとほのかにお茶の苦味成分を感じることができます。味が良くなった感じはしませんね。ただ長期的に肉を保存する観点からはもしかしたら効果があったのかもしれません。塩をかけることで一気に肉の旨味が目立ちますね。やっぱり塩気って大事ですね。緑茶熟成肉も塩をかけることで食べやすいです。お茶屋の店主がお茶の葉の中に肉をこっそりと隠していて、うっかり隠したことを忘れて数年後取り出して食べてみると味が美味しくなってたなんてことはなさそうです。
俺のマーラーをかけてみても味変ができていいですね。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。緑茶熟成肉いかがでしたか？きっと昔の人も何百回何千回の失敗の中で美味しいものって偶然発見したのかもしれません。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。